か。皆さんこんにちは。안녕하세요。風花です。さて今回は韓国バラード好きにおすすめのテレビ番組、そしてラジオ番組を紹介するトーク会でお届けいたします。まずハルシストさんからメッセージをいただいておりますので紹介しますね。후카씨 안녕하세요. 할수있어입니다. 메시지를 읽어주셔서 감사합니다. ということでまた冒頭を韓国語でいただきました。ありがとうございます。韓国バラードが好きでそれに関わるメディアをずっと探していたのですが、ようやくこちらのポッドキャストにたどり着きました。なかなかこういった番組がないのが現状です。その昔テレビの深夜番組でミュージックビデオを流す番組があったのですが、今はそれもなく残念です。そこで質問ですが、そういった音楽を流すテレビ番組はございますでしょうか。また今は韓国の放送もポッドキャストを使って日本でも聞くことができるようになりました。最近は BTS に代表されるようなダンスミュージックが主流になってしまい、バラード中心のテレビ番組あるいはポッドキャストがなかなか見つからないので教えていただければ幸いです。というまずメッセージの前半部分なんですが、ハルシストさんこれねわかりますよ。韓国のバラードや歌謡曲中心の番組って特に日本語のものはねなかなかないですよね。むしろないからこそ自分がやろうって思ったのが番組を始めたきっかけの一つでもあるので、聞いていただけて本当に嬉しいです。で、韓国の音楽とかですね K-POP がどうやって成長していったかっていう話を少ししようと思うんですけれども、まず韓国の音楽が日本の音楽市場に本格的に進出したのは1990年代の後半頃と言われています。それ以前はチョ・ヨンピルさんとかキム・ヨンジャさんなどに代表されるように演歌が中心だったんですけれども、いわゆる今の K-POP みたいなアイドル的なアーティストが進出し始めたのがこの1990年代の後半頃だったんですね。当時は世界的に見ても日本の音楽市場って大きかったんですよね。特に1990年代の終盤は音楽の媒体の中心が CD だったこともあって、日本でもミリオンとかねダブルミリオンとか言って CD が100万枚とか売れた時代だったんですよね。その頃日本の音楽市場の規模はアメリカに次いで世界第2位でした。そうは言ってもアメリカの音楽市場はとてつもなく大きいので日本の2倍以上の規模があるんですけれども、それでも当時アジアの音楽市場の中心って日本だったんですね。で、今は中国の音楽市場がとても成長して2021年に抜かれたっていうことでニュースになっておりました。1990年代の終盤から日本の音楽市場への進出に本気の投資をしたのが SM エンターテイメントという会社で、その走り的な存在がボアさんだったんですね。最近の記事で2001年にボアさんが日本デビューした時の投資額ですね、 SM エンターテイメントがその日本デビューのためにいくらボアさんに投資したかっていう額が明かされていたんですけれども、それがね約4億円だったそうです。それだけ本気で投資して日本に進出していたっていうことだったんですね。その後ボアさんの日本での成功を受けて東方神起さんなどですね、日本語を話して日本語で歌う韓国人アーティストっていうのが増えていったんですね。で、冬のソナタブームも相まってこの2000年代の初版っていうのはどんどん日本で韓流が熱くなっていった時期でありました。なのでこのブームに乗って2000年代前半は韓国のバラードや歌謡曲も日本にいっぱい入ってきていたんですよ。で、私もこの頃に韓国バラードにハマった一人だったんですね。で、多分この時期はどんな音楽が当たるかわからないし、日本に韓流ブームも来てるし、どんどん日本市場に投資していこうっていう多分時期だったと思うんですよね。
そしていわゆる K-POP がダンスミュージック中心に発展していった背景としては、やはりね、言葉の壁の低さっていうのがあると思うんですよね。ダンスミュージックは歌詞の意味がわからなくてもビートとダンスで楽しい気持ちになれるっていう、ね、音楽なので、こういったものはね、やはり世界共通で盛り上がれるっていう特徴があると思うんですね。万人受けするかどうかという面では、やはりバラードや歌謡曲よりもダンスミュージックが強いんだと思います。そして K-POP が世界的にも認められて成長すると、成長する分野により投資していこうっていう流れになっていくので、今のようにダンスミュージックが K-POP の中心になってきたんだろうなというのが、これはね、個人的な考察でございます。そんなわけでちょっと前置きが長くなりましたが、なかなか日本の媒体で韓国の歌謡曲やバラードを紹介する番組っていうのは、ないんですけれども、韓国のテレビ番組やラジオでいくつか私が好んで視聴しているものがありますので、今日はね、その中からおすすめを紹介しようと思います。まず韓国のテレビ番組で私がよく見ているのは覆面歌王です。でこれは以前のエピソードでも紹介したんですけれども、出演者が、歌手だったりバラエティ番組によく出るタレントさんだったり運動選手の場合もあるんですけれども、歌手たちが覆面とかお面ですねをつけて顔を隠した状態で歌を歌って、キャリアやその時点での人気に関係なく純粋に歌唱力だけを競い合うというコンセプトのバラエティ番組です。で番組の趣旨は、歌をで勝負するっていうことなんですけれども、課題曲として往年の名曲をカバーして歌う歌手が多いので、単純にいい曲に出会えます。課題曲の選曲は出演者の自由なんですが、バラードをね選択する人が多いんですね。というのは、一般的にバラードって多彩な声を使うんですよ。もう囁くような A メロからダイナミックに張り上げて歌い上げるサビまで、そもそも音量のまずバリエーションっていうのも多いですし、あと一曲にいろんなパートが含まれているので、自身の歌の表現の幅とか歌唱力の高さをアピールしやすいっていう面があって、やはり自分のね技術の高さをバラードでアピールしていこうっていう歌手が多いんだと思います。なのでこの番組では基本的にカバーになるんですね。そのオリジナルを歌ってるアーティストじゃなくて、その別の歌手がカバーするという形にはなるんですけれども、1990年代の曲から最近の曲まで本当にいろいろな曲を知ることができるという点でおすすめの番組です。韓国では2015年から MBC という放送局で放送されている人気番組で、現在も放送が続いております。日本では ABEMA-TV というアプリを入れればね、無料で見られる範囲でも ABEMA-TV で見れます。あと有料にはなってくるんですが、 KNTV というこれもアプリですかね。こちらで有料放送で見ることもできます。また YouTube にも名シーンの抜粋がたくさんありますので、覆面歌王と言って検索していただくと、たくさん歌唱動画を見ることができます。それからもう一つ紹介したいテレビ番組は不朽の名曲という番組です。こちらは KBS という韓国の NHK のような放送局で放送されている番組なんですね。でこの番組も基本的にはカバーなんですけれども、毎回歌のテーマが決まっていて、それに沿っていろんな歌手が出てきてテーマに沿った歌を歌うコンサートのような構成になっている番組です。若干ユーヒヨル先生のスケッチブックとも似通っているところがあるような番組ですね。でその歌のテーマは特定の歌手の場合もあるんですよ。例えば伝説のシンガーソングライターユンさんを歌うとかいうテーマですね。そうなるとユンさんの曲を、何人かの歌手の人が出てきてリレー形式でカバーしていくっていう構成の場合もありますし、また冬に聴きたい往年の歌謡曲みたいな、ある程度ざっくりしたテーマで昔の歌から今の最近の曲まで歌っていくっていう場合もあるんですけれども、こちらもねやっぱりバラードとか歌謡曲が中心のことが多いです。またカバーする歌手は割とね若手の人というかアイドルのことも多いんですけれども、皆さんとっても歌が上手なんですよね。
で、私はねあんまりアイドルの音楽は存じ上げないんですが、この不朽の名曲で歌がすごく上手で、あ、このグループの人なんだっていうことでアイドルの曲も聴くっていうような流れのこともありました。こうして若い人が先輩の歌謡曲を歌い継いでいくという文化もとても素敵だなと思って好きな番組でございます。で、こちらは日本で無料で見られるのは YouTube ぐらいなんですけれども、KBS のね公式チャンネルでたくさん歌唱動画が配信されていますので、ぜひこちらも YouTube でご覧になってみてください。そして最後に韓国のラジオ番組で私の大好きな番組というのを紹介します。以前ユ・ヨルさんの音楽アルバムの話題で紹介したんですけれども、韓国の KBS ラジオはスマホに KBS コングというアプリを入れると全部ね無料で、しかもリアルタイムに聞くことができるんですよね。で、他の放送局でもアプリで聴けるものっていうのはあるんですが、やはりねバラードとか歌謡曲中心に扱ってくれるっていうのは KBS がね多い印象があります。で、私は韓国語の聞き取り練習も兼ねてよく KBS ラジオを聞いているんですが、私のおすすめはサランガギチョウンナル、愛するのに良い日という意味の番組です。で、この番組はアナウンサーのイ・グミさんという方がパーソナリティをされていて、月曜から土曜の夜6時から8時に放送されています。もうずっとね長いことされている番組なんですよね。で、まずイ・グミさんの声がとっても綺麗です。で、発音も非常に聞き取りやすいんですね、アナウンサーの方なんで。で、曲の選曲も新旧いろいろな歌謡曲をかけてくださるので、結構仕事の帰り道に聞くことが多いです。で、90年代のいろんな名曲なんかはですね、このサランガギチョウンナルという番組で出会った曲も多かったりします。このあたりがね私の今回のおすすめになるんですけれども、ハルスイストさんのメッセージの最後の部分でリクエストも書いていただいているのでちょっと紹介します。僭越ながらリクエストさせていただきます。パク・ジョンヨン、ナエハル、あなたの一日という意味ですね。そしてイルゲーボー、ジョアジョア、天気予報のいいねいいねという曲です。そしてチョソンモ、プルミョンエサラン、チョソンモさんの不滅の愛、トイ、チョウンサラン、トイのいい人を少しずつで結構ですのでお願いいたします。それではとまんなよということで4曲も上げていただいておりますが、いや本当にいい曲ばかりですよね。私もねこの時代の曲大好きなのでリクエストいただいて嬉しいです。で、特にチョソンモさんはですねバラード王子とも呼ばれた伝説の歌手ですからね、まだこの番組では紹介できていないんですけれども、チョソンモさんは来年必ずカバーします。で、チョソンモさんの曲は結構ねスケールが大きくてロックバンド的なアレンジになってる曲も多くてですね、カラオケ音源のアレンジをどうしようかなと思ってるうちにですね1年経っちゃってで今年はカバーできてなかったんですけれども、来年はね挑戦しようと思っております。そしてまたリクエストいただいた曲が不滅の愛という曲ね。これいい曲ですよね。ジョソンモさんの曲はですね、足なよご存知ですかという意味の曲と、あとピアノ、それからリクエストいただいた不滅の愛で、この3曲からどれをカバーしようかっていうのをすごく迷っていたんですよね。で、中でも実は不滅の愛が一番歌うのは難しいんですよ。で、特に最後の変木影サラジョっていうところのパートがですね、とんでもない高音を叫ぶところがあるので、それはちょっと原曲通りにできるかわからないんですけれども、この曲はねもう来年にフルカバーしたいと思っております。そして挙げていただいたトイのチョンサラン、いい人という曲もねいいですよね。キム・ヒョンジュンさんが客員ボーカルをされている大ヒット曲で、この曲はですね今月のテーマのドラマ賢い私生活の中にも出てくるんですね。で、先週カバーしたアロハをククズがカラオケで歌うシーンというのを紹介したんですが、そのアロハの直前にソンファが一人でこの曲を歌ってるところが出てきます。で、途中でね強制終了されるっていう場面なんですけど、ぜひドラマの方もご覧になってみてください。そしてイルギエボのチョアチョアは実はこれ賢い私生活のシーズン2の代表的な OST でもありますので、ちょっと今回はトーク回なんですけれども一番だけ歌ってカバーしてみようと思います。
でこの曲はドラマの中ではチョ・ジョンソクさんがカバーされていますが、元は1996年の天気予報イルギエボの第3週アルバムのタイトル曲なんですね。でこれがねアルバムの1曲目に入ってるんですよ。非常に印象的な曲でしたね。で私はもうこのアルバム大好きでよく聴いていたんですけれども、2曲目のね人形の夢っていう曲もとてもいい曲で、これも高校生の頃から何度も聴いていた懐かしい曲です。ではちょっと曲を聴いてみてください。처음 널 만나는 날 노란 새송이 장미를 들고 룰루랄라 신촌을 향하는 내 가슴이 마냥 두근두근 생머리 휘날리며 나를 향해 손을 흔드는 너와 멀리에서 발끝까지 나를 사로잡네 이야엘로. 네가 좋아 너무 좋아 내 모든 걸 주고 싶어 너에게만은 내 맘은 나 꾸미고 싶지 않아 언제까지 너와 함께 있을 거야 애워.はい、いかがでしたでしょうか。今回は韓国バラード好きの皆さんにおすすめの韓国のテレビ番組やラジオ番組の話を中心にお届けしました。また概要欄の質問箱からメッセージや質問、リクエストなどぜひ気軽に送ってください。日本語でも韓国語でも大丈夫です。YouTube の方もよろしくお願いします。ではまた次の放送でお会いしましょう。さようなら。